ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の司法裁判がおかしい、しかし少しだけ正気に戻ったかもしれないというニュースを取り上げようと思います。以前、韓国の窃盗団が日本の対馬にある寺から仏像を盗んでいくという事件が発生しました。これらの窃盗団は韓国で逮捕され、裁判所において犯罪者であることも認定されたのですが、盗んでいった仏像はなぜか韓国政府が現在のところ保管しており、日本には返されないという状態になっています。インターネット上でも韓国は仏像を返せとよくコメントにあるのはこの事件です。今回韓国の裁判所において仏像の所有権は日本側にあるという判決が出たので、これを取り上げようと思います。韓国においては政権が変わるたびに法律は変わっていないんだけれども、裁判所の司法判断がコロコロ変わるということがたびたび見かけるものです。それでは韓国に盗まれていた仏像の裁判、どのようなものになっているかニュースを見ていきましょう。対馬から盗難の仏像、日本側に所有権、韓国高裁が一審取り消し。長崎県対馬市の観音寺から韓国人窃盗団が韓国に持ち込んだ仏像をめぐり、数百年前に略奪されたと所有権を主張する韓国のプソク寺が像を日本に返還せず引き渡すよう韓国政府に求めた訴訟の控訴審判決で、韓国の高裁はプソク寺の主張を認めた一審判決を取り消し、観音寺の所有権を認めた。問題となった仏像は長崎県の指定有形文化財観世音菩薩座像、2012年10月に盗まれ、韓国捜査当局が翌年窃盗団を摘発し、仏像を回収した。実行犯はその後、韓国で刑事罰が下された。プソク寺側は仏像が数百年前に倭寇に略奪されたと主張し、引き渡しを求め提訴。2017年1月の一審判決は、仏像が略奪や盗難など正常でない形で対馬に渡ったものとみられるとして、プソク寺の所有権を認める判決を言い渡していた。高裁判決は、14世紀の仏像制作当時は、プソク寺が所有権を保有していたと認めた上で、現在のプソク寺と同一の運営実態だとする証明が不十分だと指摘。日本に渡った経過については、倭寇による略奪を伺わせる相当の状況があるとしたが、観音寺が長年占有したことにより、日韓の民法上の取得事項が成立し、現在の所有権は観音寺側にあると認定した。同寺の田中住職は昨年6月、控訴審弁論に韓国政府側の補助参加人として出廷。10年前に窃盗団に盗まれて不法に韓国に持ち込まれたという事件の本質に立ち返るべきだと訴えていた。仏像は現在、テジョンの国立文化財研究所に保管中。韓国文化財庁は2014年、像が日本に渡った経緯を調査し、略奪された蓋然性は高いが、断定は困難と結論付けている。この事件おかしなところがいろいろあるわけですが、話の本筋から言えば、裁判に出廷した住職が言っていたように、そもそも日本において強盗窃盗によって奪われていった仏像が韓国に持ち込まれたのは犯罪行為の結果であって、この経緯を考えれば日本に返還するのが筋です。しかもここで私たちの寺の持ち物だと主張しているこのプソク寺というのも、本来であれば所有権を主張することなど全くできない団体です。なぜならば、これもまたそもそも論なわけですが、朝鮮半島において李氏朝鮮が成立し、その頃には仏教は徹底的な攻撃に遭っていました。ですから、もともとこの仏像を持っていたとされる寺も一時は廃寺になっています。もはや信者もその寺の関係者もこの寺を守りきれなくなったというわけです。ですから、仏像が渡ったという話について言っても略奪されたからというよりも、むしろ仏像のような大事なものを何とか逃そうとした人々の行いとして日本側に渡った可能性があります。倭寇が略奪にやってきてこれによって奪われてしまったんだという主張そのものもちょっと眉唾者だというわけです。しかも所有権を主張したこのプソク寺、先ほども述べたように李氏朝鮮時代に一旦は寺そのものがなくなってしまったわけです。ですから私たちのものだと主張する権利そのものがこの寺には存在しません。名前は同じではあったとしても、過去の寺とは全く無関係の人がこの寺の名前を使っていると考えた方が良い、いわば身分を乗っ取ったようなものなのです。しかし、韓国の一審においてなぜそのような無茶苦茶な理論を通して韓国側のものだと言ったかといえば、その当時の韓国世論に押される形で日本に仏像を返すとは言えないなという、いわば世論に
影響される形で判決が出たと言われています。ですから、そもそもの韓国側の主張そのものが成り立たないものばかりで、その成り立たない話の上にさらに司法裁判としてもまたおかしな話が出たために、今回の結論が変わったというのも実は一瞬裁判所が正気に戻ったかなと思えるだけの話であり、何か突然韓国の司法が良くなったというわけではありません。マイナスからゼロになったからこういったまともな判決が出ただけで、決してプラスに浮上したわけではありません。しかも今回の判決の恐ろしいところは、じゃあこの後実際に日本側に仏像を返してくれるかどうかは、結局のところ韓国政府の判断が絡んでくることであり、まだわからないという恐ろしさがあります。しかも韓国政府の管理に基づいて仏像は保管されているというのですが、実際の管理状況としてはかなり悪いと言われています。それは裁判所の管轄下における管理は美術品としては非常に不適当な形で行われていると言われているからです。韓国の司法はこれまでの判決が明らかに間違っていたのですから、速やかに日本に仏像を返すよう韓国政府へと働きかけるべきですし、韓国政府もまた今回の司法判断に基づいて日本に仏像を返してほしいものです。もちろん管理が不適切な状態で仏像がひどい状態であれば修復作業のためのお金もきっちりと払ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。